こんにちは、みえこです。今日は切り間違いや少しだけ残っていた布でキルトのないパターンでタペストリーを作ったので作り方をご紹介します。それでは作り方のご紹介です。まずは準備に余り布を探してください。濃い色と薄い色に分けます。大きいものを作るときはちょっと量が必要ですよ。まず切ります。この定規を使ってまず目印に3.5 センチのところにシールを貼ります。そしてその幅に合わせてどんどん布を切っていきます。どんな大きさでも 3.5 センチ正方以上あれば使えますので、どんどん切ってください。こんな風にいろんな長さあるけれど、どんどん切ってくださいね。次に接着芯を使います。これは薄いタイプでバイリンという会社から出しているものを使いました。まず18センチ正方にこの接着芯を切ります。もちろんロータリーカッターで切りましたよ。そして接着する部分、今回は裏側にします。ですから糊のついてない部分にまず鉛筆でこのクロスの線を引きます。そして手縫いの人は縫い線を8ミリ、7、8ミリのところにつけると縫いやすいかと思います。まず 3.5 センチ正方に切ったものをこの芯の上に乗せます。そして薄い色の上に濃い色の布を乗せます。そしてミシンで7ミリぐらいで縫いましたでしょうか。これを広げて次に私の中ではこれは濃い色という仲間に入っていますが、これを上に乗せて針で留めます。そして縫い合わせた布と大きさのところで切ってしまいます。ここをまた7、8ミリのところで縫ってしまいます。これを開いてちょっと手で折りをつけます。次は接着芯を左側に回してこの端に私の中では薄い色の仲間のこの布を縫い付けました。次にこれは濃い色の仲間を上に乗せて下にある布と同じ大きさのところでまた切ります。そして縫い終わったらまたこれを手で軽く折って開きます。また左側に接着芯を回して濃い色を縫い付けます。クロスした鉛筆の線を目印にしながら縫い付けます。
縫い終わったら開いて、今度は薄い色を縫い付けます。また開いてもう一度薄い色を縫い付けます。ですから薄い色と濃い色を2回ずつ順に縫い付けるという順番です。そしてその都度下にある布と同じ大きさに切ってしまいます。布を切ってしまいます。これを接着芯の端に来るまでずっと縫い付けます。どんどん布を縫い付けていきますが、切り落とした端は短かったら今度中心部分に使いますし、長いものは外側に使っていきます。布の消費にとってもいいパターンですよ。縫っている間にだんだん斜めになってくるので、接着芯の端を目印にしたり、クロスした鉛筆の線を目印にしたりして、なるべくまっすぐ縫っていきます。裏はこんな感じですよ。接着する部分が布のついていない方向になります。そしてこれを私は36枚作りました。毎回布を変えるのがちょっと大変という人は、このように濃い色だけ2回使ってみたりしたらいいかなと思います。これが全部縫い終わった状態、縫い付ける順番に並べておきます。ミシンで縫ったので意外と短時間でできますよ。今度はできたパターンを縫いつないでいきます。同じく8ミリぐらいで縫います。1列ずつ順番に縫いつないで、これは6段できました。全部縫いつなぐとこんな感じになりますよ。縫い代の倒す方向を注意しないとちょっと段になってしまいます。次に裏布を用意します。表布より6センチぐらい大きいものにします。アイロンをかけた裏布の上に全部縫いつないだパターンを上に置きます。端から3センチ以上離してください。ここを後で端を始末するときに使います。縫い代が同じ方向に倒れているか確認しながら待ち針で留めます。右に倒れたり左に倒れたりすると段になってごろついてしまいます。ここは丁寧に裏地と縫いつないだトップの間に手を入れたりしてきれいに整えます。
裏布とパターンのところに糊がついているので、貼り付けるようにアイロンをかけます。裏からもアイロンをかけるときれいにつきますよ。そしてアイロンをかけ終わったら、端を3つに畳んで始末します。今回はバイアステープを使わないで、このまま裏布を表側に折って縫いました。ミシンでそのまま縫ってもいいんですが、ここは刺繍糸で大きく縫ってしまいました。完成しました。説明はとっても簡単なんです。そして縫うのも見た目よりずっと簡単にできるんですよ。ちょっと大きい作品もこれならチャレンジできそうですね。最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。